こんにちは、アトリエネトラポートです。このチャンネルではお家で簡単にレザークラフトを楽しめるような動画をアップしています。みんなで物を作る喜びを共有していきましょう。今回は便利道具の第2弾になります。結構早くもう第2弾ということで、もう皆様に早くお伝えしたい道具がたくさんありまして、早くも第2弾になってしまいました。レザークラフトをやっていると、ここはどうしたらいいんだろうっていう悩みとか、作業を効率アップしたいとか、いろいろな悩みが出てくると思います。そんな悩みを解決してくれる道具がたくさんあるので、ぜひぜひそれを使ってレザークラフトを楽しんでいきましょう。今回はなめしの皮は、水滴とか雨とかに結構弱く、結構つくとすぐシミになってしまいます。ちょっとペットボトルについた水滴がついちゃったりとか、突然降ってきた雨にポツポツ皮についてしまうようなことが皆さん経験があると思います。シミになって結構ショックを受けている方もいらっしゃいますし、それも味だよと言って使っている方もいらっしゃるんですけれど、やっぱりちょっと軽く防げるものは防ぎたいという方も多いので、今回は皮の水にまつわる便利道具を紹介していきます。今日は道具は2つになります。それでは紹介していきます。1つ目はこちらのレザーコートマットツヤ消しになります。こちらは 500ml なんですけど、 100ml の小さいものもあります。いきなり多分これを買うのはちょっと勇気がいると思うんで、小さい 100ml が400円ほどで販売されています。こちらはですね、皮に色をつけて染色をする方などが使う溶剤になるんですけれど、皮の表面にアクリルの皮膜を作って汚れ防止になるという優れものになります。乳白色なんですけど、乾くと透明になります。少しツヤがやっぱりマットっていうのとツヤ消しじゃないのがあるんですが、マットでも少しやっぱりツヤが出ます。皆さん試してからちょっと使ってみてください。あんまりそんなにツヤ気にならないという方はもう本当におすすめになります。ちょっと実際に皮に塗ってみたいと思います。振ってから使ってくださいと書いてあるので、よく振ってウエスにつけたのも皮に塗っていきます。インターネットの口コミなどをちょっと何件か見たんですけど、ボロボロになってしまった皮小物にこれを塗って復活させたという人が何人かいたんです。皆さんちょっと端っこで試してからにしてくださいね。こんな感じでウエスに少し取ります。これをさっとまんべんなく広げていきます。ちょっとムラになる気がするんですけど、乾くと元に戻ってきます。今の段階ではこんな感じで少しムラになっていますね。ちょっとしばらく置いてみます。少し時間を置いたものになります。5分しないぐらいですかね。結構すぐ乾いてしまいまして、塗りムラもありません。光を今ちょっとわざと当ててるので若干ツヤツヤして見えるんですけれど、こちらが塗ったもの、そしてこちらが塗ってない同じ色の皮になります。こっちも光を当てると少しツヤっぽく見えますが、近くで見るとこっちの方がやっぱり少しマットな感じはします。でもそんなに差がわからないぐらいかなと思います。そして後もう一回ここに私重ね塗りしました。結構ベターっと塗ったんですけど、ちょっとツヤがこっちの方が多い気がして、少し色が濃くなった気がする、こんな感じですね。ちなみに革の教室ではネイビーの革にこちらを塗って色が鮮やかに出て、皆さんとても気に入ってらしたので、革によって結構発色の出方とかも変わってきます。実際に使うものにはお試しいただいてから使ってみてください。ちなみにこちらシュリンクレザーでもやってみました。こっからこっちは塗ってあります。こっからこっち塗ってません。全然わからない感じですね。ちょっとよく見るとツヤがあるかなぐらいの感じになります。実際にこれに水滴を落としてみたいと思います。これ塗ってないものに落としています。これが塗ったもの、拭いてみましょう。塗ってないのはすぐに染み込んでしまいます。塗ったのは割と大丈夫ですね。でここもやってみましょう。たくさん塗ったところ、こんな感じで拭くと全然大丈夫ですね。
全然染みないです。ちなみにこっちもやってみましょう。シュリンクレザーはもともとちょっと水はじきがいいので、塗ってない方はやっぱり少し入りやすいですね。塗ってある方はほとんど少し入ってますかね。入りづらくなっています。これをこのまま乾かすと水染みができてしまうんです。またこれしばらくして乾かしたものを5分以上経って乾いたものになります。コーティングしたものは全然何も残りませんでした。これはなんかもともとあった傷というかシミになります。さっき水滴を落とした際結構ジュッとなったので、あれ結構危険かなって思ったんですけど、今見てみると全然残ってないですね。ちなみにこっちは何もコーティングしてない方です。分かりやすいですね。こんな感じで水染みができてしまいました。こちらはシュリンクレザー、塗った方も塗ってない方もほとんど変わらないかなという感じはあります。水はじきはやっぱりちょっと良くなります。でただ、やっぱりコーティングをしていくので風合いを保ちたい方、経年変化を楽しみたい方はやっぱりコーティングしない方が、本来の皮のツヤ、飴色に育てたい方とかはコーティングしない方がいいかなと思います。次に紹介するのがこちらです。こちらはクラフトミストスプレーといいまして、クラフト社さんから出ているものになります。 200ml の容量があって、お値段はだいたい700円前後だと思います。みんなちょっとずつ違ったりしますので、これすごい初めて使った時はもうびっくりしました。皮に刻印する時なんかに水で濡らすと刻印しやすくなるんです。刻印が入りやすくなるんですが、皮に水をつけるという行為がやっぱりちょっと緊張しますよね。水染みになってしまったらどうしようっていうのが結構あるので、刻印を打つ時は1箇所だけ濡らしてしまうと水染みがさっきみたいにできてしまうので、使うパーツ全部を濡らしていくんです。で濡らす時に以前は食器洗うスポンジを少し湿らせて、それでさーっと伸ばしていたんですけれど、革命的なこの子を手にしてから私はずっとこれを使っています。見えるかわかんないんですけど、ちょっとやってみましょう。まんべんなく濡らすって結構難しくて、普通のスプレーだと結構点々点々点々となってしまうんですけど、これは本当に細かいミスト状のものが出ます。こんな感じでまんべんなく塗れます。でこれ連続噴射もできます。ちょっとこんな感じでずっと何回も押し込むと長い時間スプレーを出すことができます。まんべんなく湿らすことができました。まんべんなく全体的に濡らすことができれば、その皮は水染みはできなくなります。レザークラフトでもカービングとかやる方は水で濡らして刻印を模様を打っていくので、その際に使ったりするんですけれど、あと立体造形といって濡らして形を作っていく時などにも使うんですけど、刻印を入れる人にもぴったりです。本当にこれはおすすめしています。いかがでしたか？これでレザークラフトの悩みが一つでも減れば、もっともっと楽しいレザークラフトライフを楽しめると思います。皆さんも便利な道具があったら教えてください。コメント欄の方でお待ちしています。プレート、レザーコート、皆さんはどっちが気になりましたか？動画の方気に入ってくださいましたら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。